今日のリーダーはケーキカットをするこの男性。堀場製作所の堀場敦会長兼グループ CEO。 とりあえず目立たないとね埋没しちゃうからハッピの背中に書かれた文字は「おもしろおかしく」。これは一体？今日は毎月開かれている誕生日パーティー。50年以上続く伝統行事で経営トップと現場社員が直接話す場になっている。新しい出会いとかもあったりして有意義な時間が過ごせます。新入社員なんで、入って2ヶ月しか経たない中でこうやって、いろんな方々と交流できるのは非常に面白いというか楽しいなと思います。ある分野で世界一の会社らしいが、これもこれもこれも全て分析計測の機械。測ることを追求し続け、その種類はなんと1000種類以上に。ほんまもんの技術はどんな時代になってもほんまもんなんですよ。終戦間もなく日本初の学生ベンチャーとして創業。その後自動車の排ガス測定装置を開発。息子の敦が社長になるやいきなりのピンチ。会社の核となる開発部隊が開発に時間を使われへんのやったら会社は傾くはずや。敦が取った作戦ブラックジャックプロジェクトとは一体？敦の経営改革により社長就任以降売り上げは6倍になった。テレビカメラが初潜入。経費1億円の会議とは一体？豆腐屋になろうというのが今の我々のキャッチフレーズ。豆腐屋ってどういうこと？出張何でも堀場で鑑定団。店のお客さんで大金持ちの人がいて、その人がプレゼントしてくれたやつなんですよ。あれこっちが本物？やめてくださいよ。急に始まったどっちがほんまもん対決。ほんまもんのシルバーを身につけているのはどっち？世界の堀場に完全密着スペシャル。関西リーダー列伝キーパーソンの成功秘話。早速今回のリーダーにご登場いただきましょう。堀場製作所堀場敦会長兼グループ CEO です。どうぞお入りください。どうぞお座りくださいませ。よろしくどうぞ。いやもうダンディーですよね。わかります。ねえ、はあ素晴らしい。好きです。ありがとうございます。ちょっとナジャさんの目がいつもよりキラキラしてるんですけども。僕ダンディーで紳士的で。ねえ、背中にあった面白おかしくってのはあれはねうちの社税なんですよね。ほう。これはあれだ、誰か書道家の人にいや頼む。これね父が書いたんです。あ、そうなんです。お父様の直筆。ですから非常に大事にこれをしてまして、海外の拠点の子会社にもこの日本語の面白おかしく。よほどお笑いとかがお好きな方だったんですか？じゃなくて、やはり一日会社にいてですね、その充実した時間を過ごそうと、そしてその面白おかしく仕事をしていけばこう独創的でユニークなアイデアになるだろうと。給料もらってるから仕事してますっていうのでは、こうプラスアルファが出てこないんですよね。それは自分の中で工夫してもっともっと面白くしようってことなんですか？そうすることによって、その少しの差が企業の差になっていくと思うんですね。あ、なるほどね。いい社税ですね、そう考えるとね。いや、いい社税ですし、やっぱりね今こう話されてる話し方、ここすごい背筋もまっすぐ伸びてあって、やっぱ好きなって思いました。そこですか。まあもう好きに理由も何もないですよね。いや、そうですね。多分お父様とか感覚でこう面白おかしくっていう社税作られたと思うんですけど、最近のもう研究で、幸福だったりこう楽しんで仕事をしてる人ってめちゃめちゃ生産性が上がるっていうのが分かっているので、これまさに研究開発の仕事の方にとっては素晴らしい社税だと思いますけど、業界でいう B2B の企業だと思うんですけども、僕らは普段接する機会ないじゃないですか。
でもなんかもう世界に冠たるすごい会社ってあるんですね。多分自動車メーカーの方で知らない人っていないんじゃないかなと思いますけど、そうなんだ、もう測る系ではすごく有名だと思います。そうなんだ、そのあたりもですねこれからつまびらかにさせていただきたいというふうに思っております。面白おかしくお届けできればというふうに考えております。さあまずは堀場製作所はどのような会社なのか見てまいりましょう。世界一の独自技術にジャストミートや滋賀県大津市にある工場、独自技術を次々と生み出す開発と生産の拠点だ。2016年に完成し、その総投資額はなんと120億円になるという。内部は一体どうなっているのか。今から案内するのは E ラボって言いまして、自動車会社が持っている自動車の試験装置とほぼ同等の試験設備がある、実験場です。実験場の中には自動車が1台、ランニングマシンのようなローラーの上を走っている。このローラーが実際に路面を走っているような抵抗模擬します。車が実路を走っているかのような状態を再現して車に負荷を与えています。実際の道を再現して測っているのは速度や燃費、航続距離のリアルなデータ。中でも最も重要なのがこちら。一番自動車会社がこの試験室で気にするのは排ガスなんですね。いくら性能が良くても排ガスがその国の法律に合致しなければこれ車を販売することができないんです。ちょっと話題になっている。この排ガス測定装置、実は世界シェアが8割と世界一。二酸化炭素やメタンなど11の成分を測定できる。排ガス測定を極めるためにこんな製品も開発してしまった。試験の個数も非常に多いので、非常に人間のドライバーにとっては負荷の多い試験となります。決められた速度パターンに合わせて車を運転しています。この自動で運転することで一人でこの装置を全てオペレートして排ガスというのを測ることができます。人為的なミスを減らす自動運転システムだ。長い時には数日間走り続けることができ、正確な測定を可能にした。ところ変わって神奈川県横浜市のイベント会場、中に入ってみると見事な大盛況。最先端の自動車技術が集まっているという。にぎわうブースの中を覗くと堀場会長の姿が。我々の市場が急速に変わっている時はまさしくその新たなユーザーとかお客さんと直接会話をして今の動きをキャッチアップするっていうのはすごく大事で、だからこの展示会自体は我々にとってはすごい宝なんですね。今回堀場製作所のブースで何度も使われている言葉を見つけた。それがカーボンニュートラル、温室効果ガスを減らす取り組みだ。脱炭素化に向けて今力を入れているのが電気自動車に対応する研究と開発だ。 EV 化に向けて自動車会社さんが一番悩んでるのは熱なんです。バッテリーそのものが低温条件下でも高温でもバッテリーというのは非常に厳しい条件となる。こちらは電気自動車の心臓ともいえるバッテリーを分析する装置。マイナス40度から100度まで温度を自在に調節するほか、実際に車が走った想定でバッテリーの熱や振動への耐久性を測ることができる。大手自動車メーカーも期待を寄せる。 EV 電動車になりますとかなり計測するものも変わってまいります。特に熱マネジメント、エネルギーマネジメントといったものはですね、全くこれまでの排ガスですとか燃費と違うんですね。堀場さんの新しい、いつもの開発力とチャレンジでもってですね、こういった電動車のそういう難しい計測にもチャレンジをいただいて一緒に挑戦していただければなと思いますので、大変期待しております。堀場製作所の測る技術は他にも。
微生物を測る機械に水質の安全性を確かめる装置、さらに病院で使われる血液分析装置まで、その数なんと1000種類以上。この後スタジオにすんごい機械が登場します。皆さんほんまもん見抜けますか？測りまくってます。いやそうです。もう測れないものないですよね。もうですね。すべて測ります。すべて測ります。ね、そのうちなんかもう人の寿命とかまでこう見えちゃう。何歳ぐらいみたいなね。その中でもその世界のトップシェアを誇るのはその排ガス装置ですけれども、これ他社の製品と比べて何がどうすごいんですか？これは。これ各国ごとに規制が違うんですね。ですからその規制に合わせた製品を対応していかないといけない。だから日本で例えばドイツとかアメリカとか韓国とかに合わせたものが必ずしも作りきれないわけですね。ですから我々長年その各国に開発部隊を構築して、その人たちがその現地の自動車メーカーと直接対話をして、それにこうオーダーメイドでフィットしたシステムをこう収めていくと。で我々必ず各国でそこの地元の競合メーカーとぶつかるわけですね。そうですよね。でもその現地のこう開発部隊、技術部隊が対抗することによって現地の企業に勝っていったと。で結果的にドイツでもアメリカでもシェアが8割以上になったということ。ナジャさんから質問。電気自動車ばかりになったら厳しくないですか？排気ガスのビジネスがなくなるわけじゃないんですけれども、やっぱり我々のメインのビジネスだったのが数年で俗に言う黒字から赤字に転落するわけですね。ですからそれをカバーするために新しい技術を10年20年こう温めてる。で技術を温めるっていうのはどういうことかというと、そういう人材を育てていくということですね。そういう人材をね。突然ですが出張何でも堀場で鑑定団。ありがとうございます。ここからは堀場テクノサービスの中野さんにも参加していただきます。持ってきていただいたのは X 線を当てることで物質がどんな元素でできているかを分析する装置。今日は皆さんに A と B どちらがプラチナの指輪なのかを予想して当てていただきます。片方が15万円相当のプラチナの指輪、もう片方は300円のメッキの指輪です。15万円とね、300円ですよ。15万と3万円ならまだなんか迷おうかなと思うけど、15万と300円なら多分分かりますよ。見た目でね。A の方がツヤ感があるじゃないですか。その時点でもこっちの方が絶対プラチナなような気がするんですよね。なるほど。輝きが違う。違いますね。僕はそんなに貴金属詳しくない。門倉さんどうですか？私は逆にこれキラキラしてるので、メッキ的表面だけキラキラするじゃないですか。なるほど。だからなんかちょっと安物っぽい光の輝き方が。そうなんですね。なるほど。でも高級感どっちありますかって言われて、やっぱりこっちのツヤがある方がやっぱ高級感あると思うんです。ありますよね。会長どっち？会長も分かってらっしゃるんですね。分かってるんですか？分かっちゃう。分かっちゃう。さすが。さすが。じゃあまず僕ら3人あげましょうか。はい、僕らあげましょう。せーの、ホールドアップ。BBA。僕と門倉さん同じ意見なんですよ。綺麗すぎてちょっとこれは怪しいんじゃないかって感じですよね。私はやっぱピュアな心を持ってます。なんで僕らを軽くディスるんですか？やっぱピュアですから。やっぱ綺麗なものは素直に綺麗だなっていうことはいいものじゃないかなっていう心の持ち主です。私は。さあそんな中堀場製作所会長はどちらを挙げるんでしょうか？お願いします。B ホー。ってことは暗に会長は綺麗な心を持ってないって今言ったわけですよね。そんなことで、ただ会長も多分きっとなんかいろんな経験があるんでしょうね。綺麗なものに騙されたっていう。やっぱり痛い目に遭ってますから。痛い目に遭ってます。そうですか。見せかけに騙されてはダメだっていうのはね。じゃあ順番に A から見ていただきましょうか。はい。1個ずつ見ていただけるんですか？はい。じゃあここから先ちょっと中野さんにお任せしたいと思います。ナジャさん一人勝ちなるか？正解は70秒後。
と B2 つの指輪プラチナはどっち？まずはナジャさんが1人だけ選んだ A の指輪を分析していただきます。ではこちらの A から先に測定させていただきます。はい、お願いします。これ大体どのくらい時間かかるんですか？こちら10秒で。10秒で。10秒で。で今資料に X 線が当たっております。ではいそうですね。今出てまいりました。突然出ましたよ。右下のところに結果が表示されています。今 CU とZN が検出されておりますけれども、今銅が 95.38%、そして亜鉛が 3.4% 程度ということで、大部分もうほとんどが銅であるということが分かりました。銅ってことは、プラチナっていうことですよね。いや銅ははい100均で売ってるような100均レベルってことですか？はい、そう。残念ながらナジャさん不正解、本間も見抜けず。正解の B はプラチナが 97.6% 入っていました。ここで急遽延長戦に突入。店のお客さんで大金持ちの人がいて、その人がプレゼントしてくれたやつなんですよ。でもこの見た感じだとちょっとシルバーかなと思ってて、シルバーっぽい感じ。シルバーです。うわ、あれこっちが本物？そのさ、やめてくださいよ。じゃあ会長の上を行くのやめてくださいよ。急遽開催、ナジャさん対堀場会長、どっちが本間もんのシルバーなのか。会長のがね、やっぱり銅 90% の可能性ありますよ。ありますよ。じゃあ会長 B、会長 B で。はい、会長 B。じゃあ私これこう。これ新しいですね、これね。対決の行方は番組後半で。堀場製作所の原点は創業者堀場正夫が京都大学在学中の1945年に立ち上げた堀場無線研究所だ。日本の学生ベンチャーの先駆けだった。堀場製作所となったのは1953年。自動車排ガス測定装置を開発し国内外で大ヒット。分析計測機器の総合メーカーとして地位を築き上げた。今回のリーダー堀場敦は会社が設立された3年後京都で生まれた。敦は子供の頃から機械を動かすのが好きだった。敦、面白いか？うん。本間もんの車をよーく見たらな、もっとうまなるで。正雄がこだわったのは本間もん。これが敦の将来に大きく影響した。中学校の時にはこの琵琶湖でモーターボートを父が買って、もう中学校1年の時に水上スキーをやらせてもらって、父がそういう車が好きとか、そういう新しいものとか、そういう機械系のものが好きだったんで、結果的に私としてはすごくそのメリットを享受してたという感じですね。そんな環境の中で電車や飛行機が好きになり、いつしか将来の夢は飛行機のパイロットに。しかし視力が適正レベルに届かず、夢を諦めざるを得なくなったのだ。それならと思い立ったのが、親父、俺アメリカに行きたい。昔から西部劇を見ててアメリカの自然に憧れてたんや。本間もんのアメリカの空気を感じてみたいんや。分かった。ああせいこうせい人に言われてやったことでは本物になられへんからな。挑戦してみたらええ。手を挙げたらやらせてもらえるのが堀場家の家風。その後敦は堀場製作所の初めての海外拠点、アメリカのオルソン堀場社で製品修理の仕事を担当することになった。それはやっぱり父のベンチャースピリットというか、チャレンジスピリットの塊だと思いますね。正直言って無謀だったと思いますね。当時のうちのサイズとうちの技術力と資金力で。アメリカに渡ったことで敦に思わぬチャンスが訪れた。
パイロットになりたかったんだって。自家用飛行機のライセンスを取れば今からでも飛行機に乗れるよ。本当かい？早速淳はライセンスに挑戦した。100マイル、160キロぐらいの距離のとこ3点飛ばないといけないトレーニングがあるんです。戻ってきたら飛行場が雲で覆われてまして、コントロールタワーにその燃料なくなってきたから着陸させてくれ言ったら他の飛行場行けって言われて、他の飛行場があと30分かかるとこにあるんですよ。大ピンチで取った行動は強行着陸したんですね。お前はいかに危険なことをしたかというのを怒られました。日本的な感覚から言うと、まず新聞沙汰になると、インストラクターの免許を失うと、私は免許が取れない、インストラクターのところの家に謝りに行ったんですね。ドアをパッと開けたら「コングラチュレーション」って言ったんですよ。これでお前は一人前のパイロットになったって言ったんです。失敗を財産にする世界なんですね。この経験で学んだのが、いざという時に役に立つのは知識ではなく経験で育まれた知恵や。失敗もいつか財産になるはずや。失敗が財産になる。この経験から現在も社員に対して失敗してもいい、でも同じ失敗はするなと教えている。ピンチは飛行機だけではない。人生初の修羅場も経験した。淳、見ろよ、この京都本社から送られてきた機械。壊れてるやつがこんなにたくさん。原因は不明だが自分で解決するしかなかった。あかん、全然治らへん。本社に問い合わせてみるわ。しかし本社からの返信には、日本ではそのようなトラブルが起きてないて。本社の社長の息子が何の対策も打てないとなると信頼を失ってしまう。毎日のように徹夜に近い残業で原因解明に取り組んだ淳。そんな姿を見て、俺も手伝うよ。ありがとう。そしてついに原因を突き止めた。仲間との信頼を勝ち取る一方で、本社や会社の経営陣は現場の実情を知らなすぎる。俺はこれからアンチ本社で行く。本社って先端で苦しんでるのを何もサポートしない人たちだなと、その時22歳ぐらいでしたけど、実感して、それからアンチ本社になったんですけども、ただその時の経験はすごく私にとっては良かったと思いますね。やっぱりフロントラインの情報がいかに大切で、やっぱり本社というかメインの部隊がいかにその認識をしてないかということを認識した時ですかね。そして1977年帰国、本社の海外部門の責任者となり改革に乗り出した。国内は儲かってるんで、本社の方々は海外の実情をご存じないかもしれませんが、海外はずっと赤字体質です。これを変えなければいけません。そない言いますけど、どないしょ言わはるんです？本社主導でアメリカやドイツの管理体制を強めるんです。でも現地の人間は自由にできる今の状況を気に入ってくれてる。それでは反発を招くことになりかねません。そこを改革するんです。現地でも本社主導で研究開発して、例えば分析系は日本で設計するがシステムはアメリカでするとか。辞める人も多なるでしょうな。そこは僕が説得します。現地でもローカルの人材を育てないと競合とは戦えません。この改革が結果として堀場のグローバル化を推進していくことになった。そのグローバル化をさらなる成長戦略にする狙いもあり、
1992年に43歳で社長に就任。しかしその後3年間もの間減収減益が続いた。そんな中ある報告を受ける。社長、ある問題点が発覚しました。何や。実は開発部隊が実際に開発に取り組んでいる時間は就業時間の4分の1か5分の1だけでした。その他の時間は何に使ってるんや。その真相は会議や電話対応などさまざまな雑用。会社の核となる開発部隊が雑用ばっかりしてて開発に時間を使われへんのやったら会社は傾くはずや。よし、改革や。開発部隊の会議の時間を大幅に削減して電話応対は当番の1人に任せる。それから午前中は絶対に開発に時間を使う。この改革をブラックジャックプロジェクトと名付ける。ほう。なんですそれ。ここでクイズです。私はこの改革をブラックジャックプロジェクトと名付けましたが、このネーミングに込めた思いとは一体何でしょう。ナジャさん、10秒でお答えください。10秒で。皆さんも一緒にお考えください。いや、やっぱり開発研究にこうやっぱり没頭してブラックジャックみたいな髪型になるぐらいまでこう没頭しろよっていう願いを込めた。ずっと前傾してた。前傾こう。正解はトランプのブラックジャックの最強のカード21にちなんで、トランプの方か。21世紀に最強の企業になることを目指すんや。単純に社内業務改革提案制度なんて漢字ばっかりの活動やったら面白おかしくないからな。なるほど。その後大型の M&A なども成功させ世界展開して業績を成長させてきた。そして2018年には会長兼グループ CEO になった。この時社長を引き継いだ足立正幸は堀場敦のことをどう見ているのか。ベースにあるのがオープン&フェアというスピリットですよね。透明性が高くて、そして公正であると、それを貫いているというようなところで、やっぱり我々は社会に貢献するっていうことが一つの大きなミッションだというふうに思ってます。より良い社会、より良い地球というものを作っていけるんじゃないかというふうに思いますので、これチャレンジして成功するとその成功体験ってすごいエネルギーになっていくんですね。みんながそれを感じてくれればうちのスケールでもグローバルにこう対抗できていける。でこれをやっぱりキープしていけるんではないかということは思ってますね。アンチ本社って言葉、これちょっといいですね。いいですね。かっこいいですよね。かっこいいな。まあ私はちょっと怖くて言えないです。社員やったとしたらね。そうですよね。アンチ本社ってなかなか言えないですよ。普通社員であれば。ねえ。でもすごく大事なスピリットですね。だから結果的に海外の人たちも我々にこうついてくるんだと思うんですね。本社が圧倒的だってこう押さえつけたら必ずしも我々についてこないと思うんですね。ある程度の自由度を与えて信頼していくっていうのがすごく大事だと思いますね。今の堀場製作所にアンチ本社の方っているんですか？アンチ本社だらけじゃないですかね。そうなんですか？本社というよりあまり権威を好まないっていうか、で個々のチームは小さいんですよね。それがより集まって堀場っていうものを築いてるわけです。ということは一人一人がオーナーシップを持ってやっていかないといけないということだから逆に言うと自分が本社だと思ってるんだと思いますね。一国一城の主がいっぱいいるんだじゃあ、はい、その方が強くなるということですね。なるほど。アンチというよりは本社超えてやるぜっていうまさしくそうですね。なんかこう戦国時代の大名に近いかな。そうですね。ね、一応組織の中に入ってるけども、堀場会長のことをよく知る人物にお話を伺ってまいりました。堀場会長を誰よりもよく知る人物、
堀場製作所の常務執行役員で半導体関連の子会社堀場エステックの社長も務める堀場段さん。会長の長男として生まれ、経営者の父の背中をずっとそばで見てきた。私が小さい頃あまり家にはいなかったかなと。ただお休みの日とかですね、定期的に旅行に連れて行ってくれるというので思い出作りをしてくれたんじゃないかなというふうに思います。父の背中を追いかけて堀場製作所に入社した段さん。同じ会社で働く父をどう見ているのか。同期下段という4文字熟語が出てきまして、軸をぶらさずに芯がしっかりした状態で大きな判断をするとかですね、それを実行に結びつけていくっていうような表現になるんですけど、堀場敦が経営者としての姿っていうのはその4文字熟語で表せるんじゃないかなと思いました。実は今年2月に策定した中長期経営計画をまとめたのも段さん。売上目標はなんと5年間で今の 1.5 倍にあたる4500億円。豆腐屋になろうというのが今の我々のキャッチフレーズなんです。豆腐屋って一体どういうこと？会長、スタジオで詳しく教えてください。豆腐屋になろう。豆腐ってどうやって数えます？ 1兆2兆、1兆円企業。我々は数千億っていうね、2000億3000億のスケールの会社だったんですけれども、最近我々の分析系をより研究開発だけではなくて産業用にシフトすると、売上が一挙に伸びていく可能性が見えてきたんですね。だからその新しい単位ですね、我々にとって。だから1兆字は違いますけどね。ただ1兆は遠いから共同府で行こうと。共同京都ではね、豆腐を半分に切って売ってくれるんですね、町の豆腐屋さん。半兆5000億じゃないですか。5000億ですね。ちょっと足らなかったですけど4500億で、今のキャッチフレーズは豆腐屋になろう。なるほどね。で先ほどの段さん、もう次期社長候補ってことになりますか？さあどうなるでしょうね。私もね、堀場に入れって言われたことないんですね。で段にも堀場に入れと言ったことはないんですね。ただチャンスを与えられる、確かに。ですからそのチャンスを生かすかどうか、それとやはりみんながやっぱりそういう人であってほしいと思われることは非常に大事なことなんで。滋賀県内の山道を走ること30分。山奥にあるこの場所で何やら特別な会議が開かれているという。今回特別な許可を得てテレビ初潜入。 So I'm from Michigan in the United States. Yeah? I'm coming from France. Yes, Paris. この後経費1億円の極秘会議。この日滋賀県の山奥で開かれていた特別な会議にテレビカメラが初めて入った。世界の国名を読み上げる堀場会長。会議の参加者も外国の方が多いような。So I'm from Michigan in the United States. Yeah? I'm coming from France. Yes, Paris. 実はこの会議、堀場製作所が年に2回行うグローバル戦略会議。アメリカやイギリス、ドイツなど10カ国から責任者や経営陣などおよそ100人が集まっている。最近は世界同時に動きますし、それからスピードも速くなってますし、そのスピードにどうついていけるかがやっぱ我々にとっては勝負ですね。世界29カ国に拠点を置く堀場製作所。実は従業員の7割近くが外国人というほどグローバル化が進んでいるのだ。世界中に散らばっている8600人ほどの社員。堀場製作所は社員をファミリーと捉え、堀バリアンと呼んでいる。この会議には3日間でおよそ1億円の経費がかかっているという。そこまでして対面で会議をするのには会長ならではのこだわりがあった。
我々が持っているいろんな技術があるんですけれども、これをマージしていく、1+1 は2じゃなくて3、4、5になっていくように、その技術をドッキングさせていくと、不思議なほどフェイストゥフェイス、物理的に話し合わないとやっぱりダメですね。グローバル化は現場でも進んでいる。なんだか難しそうな画面を見ているこちらの男性。温度制御とかガス制御でお客様が燃料電池や水電解っていったものをよりよく評価できるかっていうところを日々改善に努めてますね。電動化事業の設計者、松永新八さんだ。3年前に部署内で選ばれ、アメリカに1年間赴任した。電動化っていうやりたい分野について手を挙げたら、もうすぐにこういった海外のお話とか最前線で取り組む機会を与えてくれたんで、若い社員、自分みたいな若い社員にとってはすごい恵まれた環境だな。若手社員にも積極的に海外赴任のチャンスを与えるのが堀場流。毎年十数人が世界に飛び出している。異文化を理解するっていうのは必須条件だと思うんですね。管理職の半分近くは海外経験 4、5年持ってる人間なんですね。でこれがうちの今の財産。いややっぱ門倉さん、海外経験大事ですね、こう考えるとね。海外経験すごく大事だと思うんですけど、でもやっぱ若い人に投資をするって結構勇気というかリスクがあると思うんですね。企業からすると、もしかするとせっかく投資してもですね、そのまま別の会社に転職しちゃったりとか、あるいは投資したのにあまり伸びなくて、結局成果が出なかったっていうようなリスクもあると思うんですけど、そういうのをやっぱ恐れないで積極的に人材をコストではなくて投資として捉えてらっしゃるので、それがなんか愛社精神の育成とかそういうところにもつながってきてるのかなと思います。それから人材はね、お風呂のお湯と一緒だって言うんですよね。と言いますと、でお風呂のお湯って線を抜くと抜けていくじゃないですか。でも抜けていくお湯よりもたくさんのお湯を入れたらどうなります？減らないし増えますね。溢れ出るでしょ。だから確かに研修海外出したりような人たちをやっぱり辞めていく人もいるんですよね。でも辞めていく以上に人材を経験させていけば溢れ出るじゃないですか。だから出ていくことをあまり気にしない、恐れない、それよりもどんどん人材を投入していくと、そちらの方が大事だっていうふうに考えてますね。4年前、小惑星探査機はやぶさ2が持ち帰ったリュウグウの砂や石。この砂や石には太陽系や生命の起源の解明につながるヒントがあるかもしれない。科学分析で指揮を執ったのは北海道大学の百合本教授。私たちが要求するレベルでやっていただけるところっていうのは世界中でも限られていまして、で最もいいところが堀場製作所さんだったということなんですね。測る技術で定評のある堀場製作所は分析チームの一員になった。こちらは X 線顕微鏡という装置。最小で 1mg の試料から90種類以上の元素を瞬時に測ることができるという。日本経済新聞の新田記者は、非常に微量の成分を高い精度で分析できるというところが、国内外で高く評価されている。宇宙から採取される資料というのは非常に少ない、取り替えの効かないような資料が多くて、失敗の許されない分析というところで堀場の製品が求められているというふうに思います。炭素の分析っていうのが非常に重要だったんですけれども、リュウグウの中には2種類の炭素があるんです。一つは無機物としてある炭素と、もう一つは有機物としてある炭素。太陽系や生命の起源を解明するためには炭素をより深く調べることが欠かせないのだという。温度プログラムを作っておけば、ある温度帯に出てくる炭素と別の温度帯に出てくる炭素が切り分けられて、それぞれ何由来の炭素かっていうのが分かります。こちらの炭素分析装置では
最大1450度まで温度調節し飼料を燃やすことができる。さらにただ燃やすだけではないのが堀場製作所の独自技術。有機物の炭素があって、どれだけ無機物の炭素があるかっていうことを2つに分けて、見せることができるっていうことが堀場さんのすごいところなんです。世界で唯一の分析法、ちゃんと定量分析することができたっていう世界で初めての成果ですね。46億年前を測ることで生命の起源の解明に一歩近づいたという。いよいよ本当に地球の上で僕ら生命の最初の有機物が生まれたのか宇宙からやってきたのかっていうことを解明する新しい道が開けたと言えると思います。先ほど会長、京都から世界へとおっしゃいましたけども、世界飛び越して宇宙行っちゃってますね、これね。そうですね。すごいですね。で人類の生命の起源にまで迫るわけでしょ。すごいですよ。すごいですね。やっぱこういうことにタッチできるっていうのはすごくやっぱり我々にとって光栄ですし、これを研究している研究者も非常にやりがいのある仕事ができると思うんですね。でもこれもやはりそういうチームがいろいろ研究学議論してですね、こういうアイデアをどんどん出していってくれると。だから分析系だけを開発する会社からこのアプリケーションの方に今力入れてまして、これを両方組み合わすことによってより競争力をつけていこうと。はい、そうですね。いや、門倉さんいかがですか。ちょっと驚きましたね。そうですね。宇宙の方までビジネス広がっていったら、もう本当豆腐屋にとどまらなくて、豆腐屋1000人ぐらいになってきます。そうですね。いや、すごいわ。騙されたか。騙されたね。出張何でも堀場で鑑定団後半戦。店のお客さんで大金持ちの人がいて、その人がプレゼントしてくれたやつなんですよね。シルバーっぽい感じ。シルバー。うわ、あれ、こっちが本物。急遽始まったどっちが本物のシルバー対決。皆さんの予想は。私は信じたい、これをプレゼントしてくれたお客さんを。そうね。大金持ちなんでしょ。大金持ちも本当大金持ちでしたよ。本当の大金持ち。本当のその人自体は仕事したことないって言ってました。その方、大阪の方ですか。東京です。東京。港区に住んでます。じゃあ俺縁しよっかな。会長はこれどちらでご購入されたんですか。これはインドネシアです。インドネシア、バリ。バリか。バリか。ちょっとね、ちょっとなんか。バリを別にバカにしてないじゃないんですよ。でもバリのどこで買ったのかなとか思うじゃないですか。ビーチのその辺の露店で買った可能性もあるわけですから。純銀は黒くならないって言われて、黒くならないんですよ。はは。だからメッキかもしれない。逆にね。一斉に開けましょう。せーの、ホールダウン。今度は門倉さんだけが B だ。敬意を表して。さすが紳士的な会長。これでまたどう 90% ですってやったらもう速攻これ終わったと電話しますよ。抗議の電話。そうですね。ちょっと我々 B2B でね、あまりアピールする時がないから、これならね、いいですよ。なんかイベントでね。そうですね。 B2C でいけますね。なんだこれ。CU だ。どうだ。いや、さっきのデータのままじゃないです。変わってないんじゃない。そんなことないですか。変わってます。これ測ってますね。シルバーはなんて表示されるんですか。AG です。AG って何入ってます。演出されてますね。どのくらい入ってます。AG は0.19%。ちょっとですね。騙されたか。騙されたね。これすごい、これなんかここぞという時に結構使ってたのにな。すごい世界的なデザイナーが銅を使って作ったっていうことなんですよ。そういうことなんです。そうしとこう。そうしないとその方報われないもの。そうですよね。わかりました。中野さんもそんな悲しい顔をしなくても結構です。では最後の質問です。堀場会長が考えるリーダーに必要なこととは。
では最後の質問です。堀場会長が考えるリーダーに必要なこととは。お願いします。ジョイ&ファンです、ね、ジョイ&ファン、面白おかしくね。なるほどね。やはりその自分にとって面白おかしいことっていうのは、こう独創的な考え方とかこうチャレンジマインドが出てくるんですね。いわゆる勇気が出てくるんですよ。いやいやにやってることって絶対成熟しないですよね。まあ、そういう面で面白おかしく仕事をする、面白おかしく人生を歩むというのはすごく大事だと思いますね。この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer で、 YouTube チャンネル大阪ニュースでは全ての放送回を見ることができます。そして次回の関西リーダー列伝はこちら、大道ドリンク。会社の売上の9割を自動販売機で稼ぐというその成功秘話にジャストミートや自動販売機に特化した独自戦略の裏側とは。大道らしさみたいなところですかね。当社商品がいかにお客様に選んでいただけるようになるか。進化し続ける自動販売機ビジネス。